4月下旬、富山市保健所に多くの柴犬が収容されました。保健所は緊急譲渡会を開くとともに、ホームページでも飼い主を募集。幸い、すべての柴犬の譲渡が決まりました。新たな飼い主の下で暮らしている柴犬のその後を取材しました。目的というのは一体どういうところにあるんですか？まず一つは約束したことを狂犬病の注射を打ってるかとか、あとちゃんと飼われてるかとか、そういうのを確認するっていうのが一つの目的。あともう一つは譲渡した後に性格が変わる子とかもいたりとか、あとは例えばちょっとこの子怪しいかなって思いつつ譲渡する時とかもあるじゃないですか。そのワンちゃんの性格ですか？そうちょっと吠えるんだけどどうかなとか、そういうのを譲渡した後に見に行くことによって実際自分たちのやってたことがどうなのかっていうのを見極めるみたいな。見に行かない限りは何もフィードバックできないんで。そうですね。そう会いたいじゃないですか。会いたいです。会いたいですよね。どうしてるのかな、元気かなって言って。これから会いに行くワンちゃんが保健所にいた頃の映像です。あ、来たね。おお、来たの。外出たいね。何かを要求するときに吠えてしまう癖はありましたが、社交性がある元気な柴ということで、譲渡会で新たな飼い主さんが決まりました。あの時の柴犬はナナちゃんという名前になって私たちを出迎えてくれました。この子はね、来た時ね、ちょうど寒毛期でね、もっこもこになっとったんで、いやこんなに汚かったらもらってもらえないよと思ってて、ちょっと落ち着いた時に綺麗にしたら写真写りもすっごいよくって、おとなしくしてくれてね。なんでナナちゃんにしたんです？一番目に飼ってた保護犬の子が花ちゃんだったんです。その花ちゃんは中犬8個よりも下で、8と7の間で花で、また女の子だったから、じゃあ花の下だから7、そんな感じです。犬と一緒の生活っていうのはどんな感じです？ナナちゃんが来ていきなりお父さんが親は買ってくる、ベッドは買ってくるもうここのスペースがナナちゃんのスペース。洗濯物干し場だったのに追い出されてナナちゃんの部屋になってしまいました。よかったね、ナナちゃん。でお父さんもなんだかんだ朝挨拶をして「ナナちゃんおはよう」とか言ってやってますね。私は朝から散歩なので5時半とか起きてきたらくるくる回り出す音がしてで準備していると遅いとワンだけ言う。来た当時は本当に吠えてました。そうですか。なんか要求を通すためには吠えるしかないと思ってたと思うんで、結構ワン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 言ってたのに、最近は本当におとなしくて、でもまだお腹は見せてくれません。なんか横向きで寝ていて近づいていくとふっと起きるしちょっとそこで警戒してるんでしょうね。まだちょっと、この人に何されるかって思ってちょっと爪切りも失敗したしさせてくれることはさせてくれるんですか、爪切りは？最近はちょっと前足だけさせてくれるようになりました。来た当時にすっごい爪長かったから、これ切らないとまずいなと思ってちょっとチャレンジしたら大惨事後ろ足はちょっとまだできないです。少しずつタッチして慣れていくしかないんですもんね。1ヶ月経って「ナナ」って呼んで振り向くようになった時はちょっと嬉しかったけどナナって分かったんだねって。なんかね、散歩行って犬あるあるみたいなグレーチング避けながらこうやって歩くやつとかああそうだね避けるよねとか思いながら、前の子もそうだったし、それで遠石とかでもうってなっとったけど飛ぶんだよとかでだからもう何でも新しくて匂いは嗅ぎたいし、なんか徐々に犬になっていくみたいな感じだよね。そう初めは電車の音に驚いていましたね。
電車の音でビビった時今無敵待てだよ、なんじゃ待て、はい伏せだ伏せだって伏せ言っても前足をお手じゃなくて伏せそうワンワンがつくで一応伏せてよしワンカッタンに食べた前足だけこうなるお尻を下げません。やっと覚えました。本当にかかったよね、これだけやるだけで、あとは夜寝るときにハウスって言ったらまだ欲しいんだよね、待て伏せ伏せだからさ伏せだろこれ。じゃあお手じゃなくてはい伏せ練習1言うこと聞かないのね12345まで待って5はいよしはい美味しいね美味しいね。与田さん、これから向かうのはどちらでしょう？はい、動画で6頭の柴犬紹介したうちの2番の子ですね。なかなか散歩しなかった子ですよね。そう、全くしなかった子です。これから会いに行く柴犬が富山市保健所に収容されていた頃の映像です。人がいるところでは動こうとせずうずくまったまま。譲渡先を募る動画では柴犬2と紹介していました。歩くぞ。歩いてんの初めて見たぞ。ちょっと紐で引っ張って散歩に行くことは難しいんですけども、こう注意深く触れば抱っこすることは可能ということになってます。でもこの子も一番最初に来た時は全く触れもしなかったので、少しずつではあるんですけども慣れてきてるんじゃないかなっていうふうには思ってます。今いる中で一番取り扱いの難しい子になりますので、ぜひお家に迎え入れてこの子の心を開いてあげたいっていう優しいお気持ちのある方お待ちしてますのでよろしくお願いします。他の柴犬たちが次々と新たな家族に迎え入れられていく中、最後まで譲渡先が見つかりません。そんな柴犬でしたが、少しずつ山田さんに心を開き、ついにはお腹を触らせてくれるまでに信頼関係を築いていったのです。そしてこの動画の配信直後、譲渡先が見つかりました。新しい飼い主さんは自動車修理業アーク自動車の社長でした。山田さん、およそ3ヶ月ぶりの再会ですが、山田さんのことは忘れてませんか？完全に忘れてますよね最初の頃と同じ感じになってますよね。こんなこともあろうかと、かつてこの子を手なずけた時のようなおやつ作戦に打って出た山田さん。これで思い出してくれるでしょうか？食べましたが、カメラを警戒しているのは一目瞭然。こちらに視線を送っています。一瞬外へ出たものの、すぐにハウスへ元通り。感動的な再会シーンを諦め、飼い主さんにお話を聞きました。ワンちゃんのお名前は？ジロです。ジロちゃん。はい。紹介の動画で、柴犬になってたんで、その2から取ってジロにしました。日中は静かにしてる子で、でも朝晩の散歩の時間になってくると、元気に走り回って、散歩で公園なんかにも行くんですけれども、もうずっと僕が走ってなきゃいけないような元気な子ですね。飼い主さんの前ではとても元気なジロくん。しかし家族に迎えた当初はなかなか心を開いてくれなかったそうです。いやー、初めの2ヶ月は、まともに散歩もできないですし、もう自分の感情を表に出すことができない子で、嬉しいだとか悲しいだとか
もう嫌なことも全然反応しない、そんなちょっとなんかかわいそうな子ではありましたね。それが変わってきたのはどんなことがきっかけですかね。3ヶ月目ぐらいからですね、朝の散歩行きたいっていうように自分からなってきて、どんなこう動きをしたんですか。もう尻尾振ってジャンプしたりするようになってですねその時飼い主さんどんな感じですか。いや嬉しかったですね。ようやっと自分の感情をこう表に出すことができるようになったのかなと思って、大切な家族ですよね。はい。遊び道具とか準備されたんですか。これはいただいたものはあるんですけど、ワンちゃん飼ってる方からいただいたものとか、はいですね。お気に入りはこの2つなんですけど、新しい飼い主さんの下で幸せに暮らしてます。警戒してますね人見知りが激しいジロ君ですが、飼い主さんには心を開き、日一日と家族に馴染んでいっています。山田さん、これから向かうワンちゃんはどのワンちゃんでしょうか。はい、6頭の柴犬のうちの6番の子で、抱っこされたらくるんと丸まっちゃってて、全然人に懐かなかったっていうあの子ですね。どうなってるかちょっと不安ですね。不安が半分、楽しみが半分ってとこですかね。そうですね。はい。ではお願いします。はい、お願いします。次に会いに行くワンちゃんです。譲渡先を募る動画では柴犬6と紹介していました。カブトムシのさなぎのように固まり、お座りすることもままなりませんでした。この子は目の調子があんまり良くなくて、ちょっと涙がちで、そのせいでこの目の周りが涙焼けしてるっていう感じになります。紐で引っ張って散歩に行くことは今のところ難しいです。もう見ての通り非常に怖がりなので、少し手がかかるのかなというふうに思いますので、そういった優しい気持ちの持った方、じっくり面倒見てあげれる方にぜひもらっていってもらいたいなというふうに思ってます。なんか変な動き始めたな。よいしょ。はい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 。堅くなに心を開こうとしなかったワンちゃん。再会の時です。ちゃんと立ってますよ。覚えとるかな。ちょっと怖いね。名前がももちゃんになってたんですか。はい、ひらがなでももになりました。ももちゃん。散歩しとっても言われました。ももちゃんってもしかしてYouTube の。そうです。やっぱりちょっと面影ありますって言われた。では腰を落ち着けて取材と思ったら逃げて、隅っこで固まる柴犬6。柴犬6はこのお宅に来てももちゃんと名付けられました。保健所にいた頃の雰囲気とは明らかに違います。ももちゃん、里親募集のなんか写真のとこみたい。久々に見たぞ、ももちゃん。そんなにブルブルせんでもいいよ、ももちゃん。何、ここお家だよ、ももちゃんの。ももちゃんのお家だよ。理由は1年以上前に最後のワンコを亡くして、久々にその犬のいない暮らしを1年以上してたんですけど、やっぱりそろそろもう一回犬と暮らしたいと思っていろいろ探してたんですけど、でもこんな近くにまさか里親募集しとる犬がおるとは思ってなくて、でもすぐ決まるだろうなって、しばちゃんみんな可愛いし人気あるしって思ってたんですけど、なんかやっぱり目がすごく気になったんですよね。で治療必要なのは分かったので早く治療してあげたいなっていうのと、目薬はもう前の犬からずっと目薬してたので目薬だけは自信あったんですよねだから目薬必要だったらやってあげれるなと思って、それがなんか他にも何匹かワンちゃんいましたけど、気になったのはなんか表情とか固まり具合とか、
なんかどうしてこんな状態に固まってあんな抱っこされとる姿とか、でもあんまかわいそうとかそんな感情はなくて、職員さんもみんなさなんか明るく動画も楽しくそんな悲壮感のない里親募集の動画だったので、かわいそうっていうよりはなんか多分変わるだろうなっていうか、一緒に暮らしたら変わるだろうなと思いつつ、これはこちらのお宅にやってきた直後のももちゃんです。おしっこしておいで、いいよ。保健所にいた時は立っている姿を見せることもありませんでした。その頃に比べると元気そうに感じますが、まだリードに引かれての散歩はできなかったそうです。しかし土や草木の匂い、そうしたものがももちゃんの本能に触れたのでしょうか。活力がうかがえます。リードで引かれたことがないって聞いてたので、お散歩は多分年単位かなっていう覚悟で迎えたんですけど、いい意味で裏切られね。ということで成長したももちゃんの散歩姿を見せていただくことになったのですがあれ固まってる。なんでそこにおんが、せっかくお散歩しようと思ったんに言うて固まったん。カメラを警戒して外へ出ようとしないももちゃん。距離を取ることにしました。ママ、いつも通り自然に歩いてください。尻尾丸まっとるね。久々にあんな尻尾丸まっとる姿見た。ももおいで。もっちゃんおいで。この日のももちゃんはずっとこんな感じでしたが、いつもはさっそうとお散歩するのだと飼い主さんは話していました。やっぱりお散歩一緒にするようになってからすごく距離が縮まったなとは思いましたね。2週間ぐらいでもう普通に苦手な道もありつつできるようになってましたね。まだでもその飼い主さんにじゃれてくるっていうことはその頃はそこまではなかったんですけど、ここ最近なんか割とまたちょっと縮まったような、お散歩中もこう行くよって言ったら、もともとはこう固まって拒否芝してたところが行くよこっちって言ったらこうトコトコトコって来るようになって、本当にここ最近縮まったなって気はしますね。なんでしょうか。よく食べてくれるし、何でも食べるし、好き嫌いなく。ワンちゃんも好きなんですよね。他のワンちゃん上手です。すごく犬付き合いが。大型犬に近い本当にハスキーちゃんとか四国犬、甲斐犬、なんかいろんなワンちゃんが結構お散歩中出会うんですけど、好きなんですよね。上手だと思います。小型犬もそうだし、毛艶も良くなったし、初めひどかったですよね。このベトベト感と匂い、しばらくはやっぱりタオルもまず嫌がるし、乾いたタオルも嫌がってなかなか拭けず、でも徐々に今は全然全身どこ触っても大丈夫ですし、1回だけシャンプーしました。なんとかね、なんとかできたね、もんちゃん。リンスまではできんかった。ね、ツヤツヤなっただから。ね、ママ。